まずはじめに断っておきますが、今回の内容、特に1は純粋に個人的な思考から生まれた仮説であり、決して一般的な理論ではありません。軍人や政治家は戦争を望むか、国際関係論的なマクロなダイナミクスの話ではなく、あくまで個人の内部心理に関する問いです。イエス、というのが残念ながら現段階での私の結論です。ただし、人は個体としても社会としてもあまりに複雑であり、この短い動画内では考慮できていない要素は膨大にあります。また、軍人にしても、政治家にしてもジッパ人からげにすること自体にも問題はあるため、結論を急がないことをお勧めします。個々で考える際の一助程度としてください。まず合理的選択、つまり個人はそれぞれの利得を最大化するよう行動すると仮定した場合、軍人や政治家は戦争は起きると言うべきか、それとも戦争は起きないと言うべきかを考えてみましょう。そこまであからさまでなく、戦争、侵略の危機が迫っていると発言するべきか否かと置き換えても良いです。それぞれについて、実際に戦争が起きた場合と起きなかった場合における利得の値を設定します。本来ならば代数パラメータを置いて計算式を組み、様々な値で検証すべきでしょうが、文系の人には抵抗感が強いと思いますし別に論文でもないので、いきなり仮の値を入れていくこととします。まず、戦争は起きると言って、実際に起きた場合。この場合、さすが専門家、正しく覚悟ができていたという称賛を受け、また口だけでなく実際に戦争準備にも力を入れていたはずであるため利得を得ます。対して実際には起きなかった場合ですが、この場合のコストは小さいでしょう。多少非難される程度のことはあるかもしれませんが、永遠にまだ起きていないだけで近いうちに起きると言い逃れ続けることだってできます。続いて、戦争は起きないという人の場合です。この場合実際に戦争が起きた際、専門家のくせに予測できなかったのかという誹謗中傷、信頼の失墜等のコストがかなり大きいでしょう。起きなかった場合の利得は少し課題に見積もっているかもしれませんが、ひとまずこの程度としておきます。それでは、期待利得を比較してみましょう。簡単のため戦争が起きる確率、起きない確率を半々とします。もちろんここまでのパラメータ設定は仮のものでかなり恣意的なので、違う値を入れれば違う結果になり得ます。ですがひとまずは正しいという前提で話を進めさせてもらいます。結果として、軍人や政治家は期待利得が大きい方、つまり戦争は起きると発言するという行動を先行しやすいということになります。あとは単純な演繹思考です。戦争は起きると言った人は実際に戦争が起きた方が利得が大きくなるわけですから、戦争が起きることを望む思考に傾きやすくなってしまうということになります。しつこいようですが、この結論は決して鵜呑みにはせず批判的に捉えてください。ただもしあなたが軍人や政治家なら、自らの未来予想や信念にはこのようなバイアスがかかっている可能性がある、と自制的に見つめ直してみることを推奨します。もちろん、軍人は戦争の悲惨な実態をより知っている、かつ戦争が起きた場合一番に犠牲者となる可能性が高い、だから戦争を望まない、という論理にも妥当性はあり無視すべきではありません。本来はもっと多角的に考えるべきです。本能として人は戦争をしたがるか、あるいは人には攻撃本能なるものが存在するか、という問いに対する生物学的な回答としては、様々なバラエティはありつつも概ね肯定的となってしまっています。小難しい話を持ち出すまでもなく、どんな社会にもミリオタや極右などが一定数存在するという事実や、兵器や戦士をかっこいいと感じてしまう、バトル系の漫画やアニメは需要がある、などの事実から、嫌でも納得はできてしまうでしょう。ここでの話は軍人や政治家に限定した話ではなくなるのですが、個体差がある中で、ある程度攻撃本能が高い人ほど軍人という職種を選択しやすい、あるいは軍隊では一般社会より攻撃本能が高い人間の割合が大きい、などは十分あり得るでしょう。また軍人にしろ政治家にしろ、意思決定中枢に位置を占めることができるような人は競争で優位に立ってきた人が多いだろう、ということからも、生物学的な本能の話をある程度適用できる可能性があります。さて、近代科学の立場から攻撃本能に取り組んだ先駆者はコンラート・ローレンツという人です。彼の主張としてはまず、そもそも生物に攻撃本能があるのは淘汰のせい、要は競争に勝ち残ってきたものが遺伝子を残し、攻撃性が低く繁殖機会を得られなかった個体の遺伝子は残されなかったから、です。しかしこのような万人の万人に対する闘争状態はやがて臨界点、つまりいたずらに攻撃衝動を振りまく行動より協調的な行動を取った方が遺伝子競争に有利となる場合があるという段階を迎えます。この時、行き場を失った攻撃衝動は儀式化へと向かい、やがて友情や愛情、そして理性などへと発展していく、といった内容です。ローレンツの考え方は次に述べる行動生態学の知見を書いていたため基本的には古いとみなされていますが、今なお示唆に富む内容だと個人的には思います。
その後、行動生態学の登場により、仲間を守るために自己を犠牲にするような攻撃行動や、闘争を好む個体、タカ派と逃避を好む個体、ハト派とがある一定の割合で共存し続けることなどが、進化論的に説明可能となりました。その中心的な考え方が、包括的陽度、血縁淘汰と、進化的安定戦略、ESS で、詳細はここでは割愛しますが、一般向け啓蒙書としてはドーキンスの利己的な遺伝子が有名です。最後に、人は自己家畜化されてきたという仮説のもと、その過程で攻撃本能が抑制されてきたといった趣旨の主張があります。その中でもリチャード・ランガムは攻撃本能を2つに分類し、人は反応的攻撃性は減少させてきたがトレードオフ的に能動的攻撃性は増大させてきてしまったパラドックス的存在だという感じのことを主張しています。この辺はまだエビデンスが少なく仮説の域を出ない話です。が、以上紹介してきたいずれの議論においても、何らかの形での攻撃本能の存在自体は認めているというのは共通です。我々人類はいかにしてこの攻撃本能と向き合っていかなければならないのか。それは非常に難しい問題です。と、無責任に投げかけるだけで一旦は逃げさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。